はい、皆さんこんにちは。音声翻訳機 YouTuber の中ちょんです。さあ、以前2つのアイテムご紹介させていただいたタイムケトル社から新しい音声翻訳機のデバイスが発売されるということで、その発売前にレビューの依頼をいただきました。タイムケトル社はですね、まず最初にこの WT2 プラスという、このイヤホンタイプの翻訳機を出されたんですね。これスマホのアプリと連携してイヤホンが翻訳機として動くようなものだったんですけど、その次に出たのがこの0というタイプの翻訳機で、これはスマホに直接取り付けるタイプの翻訳機です。今回新しく発売されるのはこの M2 という音声翻訳機です。で、最初の WT2 プラスと比べて、かなりケースはちっちゃくなってます。大きさですが、これが WT2 プラスですね。これが新しい M2 なので、大きさもちっちゃくなってます。そうですね。だいぶ、ここら辺がすっきりしてますね。で、今回の最大の特徴は、これね、もう普通のイヤホンとして使えるんです。なので、普段音楽聴いたり、YouTube の音を聞いたりとか、あとは電話がかかってきた時にこれを2回タップするとその電話に応答して、これで喋って相手の音も聞こえるし、こちらの音もマイクから伝えられるっていうようなものになります。なので特に音声翻訳の機能を使わない時でも、普段は普通のイヤホンとして持ってて、音声翻訳の機能が必要になった時にこれをスマホと合わせて音声翻訳機として使うことができます。なので、音声翻訳機ね、普段持ち歩いていればいいんですけど、いざとなった時に音声翻訳機持ってくればよかったっていうことがなく、普段これをイヤホンとして使っていれば、いつでも音声翻訳が必要な時にこれが音声翻訳機として使うことができるというような商品になってます。で、これ肝心の音声翻訳の方なんですけど、3つの機能があります。1つはこのイヤホンなので2つあるんですけど、これを1つは自分、もう1つは相手に使ってもらうことで、相手が英語を話したら僕には日本語で翻訳された結果がこちらで聞こえるし、僕が日本語で話したら相手には英語に変換されて使うっていうものです。やっぱりイヤホンの一番こういうふうにつけるデバイスの一番大きなところは手が自由になるんですよね。手が自由になるから、いろいろ資料を見せたり指し示しながら自分の喋ってる言葉が翻訳されて、相手の言葉も翻訳されるので、まさにその人体、自分の耳と脳を拡張するようなデバイスとしての使い方ができるんです。普通だとこうやってこうですよね。でもそれがこれと相手のこれでできるので、そういった使い方は本当に人体を拡張するようなデバイスとしての使い方なので、その使い方はタイムケトル社の考えに非常に共感するというか、これからもっともっと面白い使い方ができるなって思っています。で、2番目がスピーカーモードです。これをつけてこういうふうにやると。で、そうすると、例えば僕が日本語を喋って相手が英語を話すような時に、この喋ったものが英語になるというような使い方です。で、3番目がリスンモードというもので、このスマホで大学の授業とか相手が一方的に話すものをこのスマホで聞き取って、それを例えばね、英語でスピーカーが話しているのをこの英語を日本語にして、こっちに流してくれると。なので、それもですね、実際に相手が話しているのを、これで自動的に翻訳されているので、自分の手がフリーになりながら相手の言語を翻訳されるというようなことになっています。はい。じゃあですね、ちょっとこれ実際に試してみましょう。はい。まず最初はアプリ、タイムケトル社のアプリを立ち上げます。で、そうすると、このデバイスを選ぶような画面になるので、今回 M2 なのでこちらを選びます。で、このガイドがここの画面に出るので、まずは、取り外しましょう。で、確定。これで画面が出た。これでできました。それでは実際にちょっとタッチモードを試してみましょう。ちょっと変なの出てるんですけど、まずこれをやると日本語から英語に変換されるようになります。If you do this, it will be converted from Japanese to English. 聞こえました？ Did you hear it? あなたはどちらから来られたんですか？ Where did you come from? 私の名前は中畑です。I didn't have a name.
はい、中畑だからね、なかったになっちゃいましたね。Yes. Nakahata, so I didn't sleep. まあこれね、固有名詞はちょっと避けた方がいいですよね。Well, this is a good idea to avoid proper nouns, right? やっぱりこれ結構ブロークに話してもちゃんと翻訳されるところがすごいですね。After all, it is amazing that this is translated properly even if you talk to the block quite a bit. あなたは日本に何のために来たんですか？ What did you come to Japan for? あなたの好きなものは何ですか？ What is your favorite? 本日の会議の目的は何ですか？ What is the purpose of today's meeting? 私たちの会社は人工知能について専門としております。Our company specializes in artificial intelligence. はい。というような感じで、こういうふうにね、翻訳されるというふうになってます。It's like yes, and it's translated like this. じゃあ今度はちょっと英語から日本語に翻訳するところをやってみたいと思います。Now, I would like to try translating from English to Japanese. Where from? 私はどこから来ました？ Where are you from? 出身はどちらですか？ What is your purpose to this visit? 今回の訪問のアポフィスは何ですか？これはちょっと僕の日本語がダメですね。僕の英語はダメですね。じゃあ、ちょっとね、僕の英語はあんまり良くないので、これね、ジェットソンなの、ちょっとあるページから、英文を読んで、それを翻訳してみたいと思います。はい、じゃあちょっとね、NVIDIA 社のページからちょっと読んでみたいと思います。Understanding the visualization of overhead and latency in NVIDIA Insight Systems。その視覚化とレーテンシの NVIDIA NSIGHT システムを理解する。これはまあいいですね。はい。The power of modern AI is now available for makers, learners, and embedded developers everywhere. メーカースラーナーズや組み込み開発者はどこでも一つ以上の機能は利用できません。これね、英語を試そうと思ったんですけど、僕のちょっと英語の発音が悪すぎて、あまりちょっと評価できないんですね。でも、なんとなく、その日本語から英語のその翻訳のタイミングとか、流れっていうのは今ので伝わったでしょうか。じゃあ、ちょっと次の使い方いってみます。じゃあ、次はスピーカーモードです。はい、スピーカーモードは、これを使って僕が話すと、これが翻訳してくれるっていう風な形になってます。じゃあ、僕が日本語を話すので、これで使ってみましょう。運転手さん、今日は何か変わったことありました？ Driver, has anything changed today? 空港まで行きたいのですが、お願いします。I would like to go to the airport, please. ここから空港まで時間はどれぐらいかかりますか？ How long does it take from here to the airport? ここら辺で何か美味しいお店ありますか？ Are there any delicious restaurants around here? はい、というような感じで、音声翻訳機ってどちらかというと、こう喋ってこういうふうに渡したりするんですけど、これだと自分がこれで話している内容が、運転手さんにこういうふうにね、こう見せられるので、結構この使い方は楽だなっていうふうに思いました。特にボタンを押す必要もないし、何か操作することがないので、結構こういう使い方はスマートですよね。はい。じゃあ最後、リスンモードですね。で、これはスマホで、大学の講義とか何かスピーカーの声をこれで拾って、このイヤホンに翻訳された内容を聞かせてくれるというようなものになってます。リスンモードは、これ日本語だとレッスンモードになってるんですけど、これ間違いですね。はい。では、本日の授業を始めます。今日お話しするのは人工知能についてです。Let's start today's class. Today I'm talking about artificial intelligence. もし私の授業の間に質問事項などありましたら、その時には手を挙げて質問してください。If you have any questions during my class, please
raise your hand and ask. これは話をする人が一回一回区切っているので翻訳が適切にされるようですが、実際の使い方だとひたすら話がつながるので、どういうふうに使えるかっていうのはちょっと疑問ですね。It seems that the translation is done properly because the person who talks divides at once, but it is a bit doubtful how it can be used because the story is connected to the actual usage. Right. はい、ということで、リスンモードも試してみました。で、結構ね、これ翻訳はタイミングとか良くて実際に使えそうな感じもあるんですけど、これ話す人が翻訳されてるっていうのを理解してというか、それを分かった上で話さないと、実際にはね、何かセミナーとか講義とかってもうひたすら話が続くことが多いじゃないですか。だから、これが実際の授業とかそういう、何かね、セミナーとかでどれだけ使えるかっていうのはちょっとやってみないと分かんないなと思ったし、ちょっとこれは難しいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、ということでタイムケトル社から今度新しく発売される音声翻訳機イヤホン M2 をご紹介させていただきました。やっぱり音声翻訳機、通常のデバイスはやっぱり音声翻訳機というデバイスを使って道具として使うというものなんですけど、これは人間の体に直接つけるものなので、その人間のね機能を新しい技術を使って拡張させるというものなので、本当にね今後はこういうようなやつじゃなくてこういうふうにね耳につけるようなタイプがもっともっと洗練されて自然に使えるようになっていくんじゃないかなって思いました。はい、ということで、よかったらチャンネル登録もお願いします。では皆さんまた会いましょう。さようなら。